ハローマットです。双方に来ました。ニューヨークに旅行に来て、双方は必ず足を運びますよね。で、ただこのエリアはすごく移り変わりが激しいです。で、今日は2025年の人気のお店、行列のお店を撮影しつつ、この双方が注目されるきっかけになった運動、今から60年以上前なんですけど、意外に知られてないので、そのことをお話ししながら歩きたいと思います。では行きましょう。歩き出す起点はここですね。ブロードウェイラファイエットステーションで、ここがハウストンです。で、こちらがラファイエットですね。で、このね、ハウストンから、ハウストンってニューヨークでは言うんですけど、綴りはヒューストンです。なのでおそらくね、ニューヨークだけじゃないですかね、ハウストンっていう読み方するので。このハウストンから北側は5番の目になってます。で、これはね、1811年の都市計画、コミッショナープランっていうんですけど、それでここから北は5番の目になっていて、一部ウエストビレッジとかそうなってない場所あるんですけど、で、今日歩く双方、南側ですね。今ハウストンを背にして南に歩いています。で、この南側は、道路が、整理されてないというか、木の幹のまま通っていると。なので歩いて、発見があるというかね、ちょっとね、楽しいかなと思います。で、今日はね、結構距離歩くので、足早に行きたいと思います。で、今ね、僕が歩いてるのはラファイエットですね。で、このジャージーストリートは越えていくんですが、こういう落書きもあってニューヨークらしいですね。で、本当はね、すぐそこに有名なね、古本屋さんがあるので、後でね、画像だけ入れておきます。で、今日はね、行列のお店をまずお話ししていこうと思うんですけど、まずこのグレーのフラッグのところ並んでますよね。ブラックハブラ、これね、この界隈で今一番並んでいるコーヒープレスです。ここね、すごいですよ。他にもいくつか人気のところあったんですけど、今ラカブラ一強ですね。あとはね、全部負けちゃいましたね。で、例えばこの隣にラ・コロンブ、ここもね、人気なんですけど、もちろん満員なんですけど、行列まではできてないんで、やっぱりね、せっかく双方来たらラカブラでコーヒー飲みたいですね。で、次がここですね、プリンスストリート。プリンスとラファイエットで、これはこのままプリンスを越えます。今日はで、やっとね、ちょっと日が陰ってきて歩きやすいですね。さっきまでね、すごく暑かったので。で、このラファイエットからこっちですね、左側はノリータになります。で、このノリータの回でもちょっとご紹介したんですけど、
このレストラン、ここはねサンアンブロって言って、ゴシップガールのブレイク・ライブリー演ずるセリーナが好きなレストランですね。でアッパーウエストサイドにもアッパーイーストか、アッパーイーストサイドにもあるし、ウエストビレッジにもあるし、ハンプトンズにもあります。でサンアンブロはね、僕の知人が内装をねデザインしたんですけど、そんな縁もあって、でそうやってお話ししている間にここです、大行列。このニューヨーク or nowhere、 ここね大人気のお洋服、それからファッショングッズのお店ですね。でここだとちょっと分かりにくいんです。これ全部並んでるんですよ。ここね中の写真あったと思うので後ほど入れておきます。でこのニューヨークはノーウェアっていうのがノリータの回でご紹介したエメレオンドレっていうのと、双璧かな、人気。あと2軒ぐらいあるので今4強だと思います。なので双方来たらもう絶対ね行った方がいいですね。で何がおしゃれかっていうと、ロゴのデザインとか、あとなんていうんですか、いろんなコラボレーションしてるんですけど、そういうのの、センスの良さだからみんなねいろいろそういう組み合わせの参考にしてると思います。で次がここか。ちょっとうるさいかな。ここがジャックス・ワイフ・フリーダ。これちょっとねすごくねニューヨークらしいお店、双方らしいお店なんですけど、一時期日本にも六本木かなにもねお店できてたんですよね。なのでここの交差点を右に曲がります。ですから西の方に歩いていくってことですね。でこの通りはねスプリングです。だからラファイエとスプリングの方に、スプリングを西の方に歩いていくってことですね。で歩いていくとそこも行列なんですけど、分かりますかね。これはね結構いろいろ YouTube で皆さんご紹介してると思うんですけど、グロッシュ、ここはね女性の方必見ですね。でここもね写真あったので入れておきますね。さすがに並んでますよね。なので次に行きたいと思います。ですぐそこにねワインレッドのファサードが並んでいるレストラン、これねバルタサールです。でこのバルタサールは、フレンチなんですけど、僕はねそうだな、ここがね一番いいかもな、このエリアで。ですごくね人気で、どれぐらい人気かっていうのはレジーっていう、要はバルササールのウェブサイトから予約をねチェックしてもらったら分かるんですけど、それがレジっていうオープンテーブルのような予約サイトに飛ぶんですけど、もうほとんど埋まってますね。いつも全く予約取れないと思います。で値段的にもすごくい
いのと、あとすごく昔からあるんですね。で僕ね、少し前にノリータの会でご紹介したカフェジタンのオーナーの方と1時間半ぐらいかな、ちょっとお仕事を含めてお話ししたんですけど、このバルササールも含めて昔から双方にあるお店の方々は、一つのコミュニティとしてね、みんなこう感じてて、すごくね親しいそうです。なのでいい文化だなと思います。で今ブロードウェイまで来ました。でこのブロードウェイ、ここがナイキなんですけど、実はねこのナイキの中にはトイレをね借りることができるんで、ちょっと商品を見るふりをしてね、おトイレ行くっていうのがありだと思います。で向こうにユニクロがあって、ここですね、ユニクロがあって、ちょっと見えにくいけど、そこにルルレモンかな、これルルレモン。今ブロードウェイを渡ります。でそうするとここにねアロ、ヨガウェアがあるんですね。でこれもね、何店舗かあるので長蛇の列ってわけではないんですけど、すごくね売れてると思います。でこのアロっていうのは西海岸なんですけど、ルルレモンが先行して、お店を、ビジネスを広げていったんですけど、その後にルルレモンの店舗の近くに出店してきたんですね。なんですけどアロの方がずっとおしゃれなんで、僕はねアロの方が売れてるんじゃないかなと思います。でそのルルレモンアロにさらにくっつくようにして最近出店してきたのがこれですね。このウーボリっていうんですけど、ここはねもう少しカジュアルなんですけど、第3番目のねヨガウェアだから、出店はこの3ブランドがまとまって今、ドミナント効果をね出してるっていう感じです。でこの辺りからちょっとぐるっと見た方がいいかな。こうか、この辺りはこっち側ですね。向こうの方は綺麗に映るかな。この双方を、代表するような建築とこの景観、カーストアイアンっていうんですけど、この辺りからがカーストアイアンヒストリックディストリクトかなっていう保存区画になります。でこの保存区画の、内容というか、どういう歴史だったかっていうことを説明するツアーがあったりするので、すごくね大切にしている場所ですね。なのでこのままちょっとねこの美しいエリアを見つつ、ただこのカーストアイアンに関しては実はね一番有名な建物とかはもっと南の方にあるんですね。ですから別の回にこの建築様式、それからこの文化だけをお話しするね、そういう回を作りたいなと思ってます。で今スプリングとグリーンの交差点ですね。でこれを右に曲がります。で右に曲がるってことは北に行くってことなので、元のハウストンの方に戻ります。でこの辺もこのカーストアイアンの建物美しいですよね。でそこに行列できてるの分かります？ちょっと車で見にくいかなこれ。このバスケットボールのここですね。
これねエリック・エマニュエルっていうんですけど、ここもねなかなか人気で、その並びにクロエ、ヘルノでティファニーでフェンディでボッテガ・ベンタとか、こっちジル・サンダーでアリス・オリビアで、それカルチェかな、でカルチェ、ディオがそこか。ですから名だたるブランドもこのキャストアイアンのおしゃれなねビルに入ってます。あれなんか撮影やってますね。でこの辺りは撮影のね舞台として使われることが多くて、特にね早朝はねいろんな撮影やってますね。でそこベルサスか。で今ねこの AG って書いてあるとこありますよね。でここはねアナスイさんが初めてお店を作った場所で、今はね AG になっちゃってるんですけど、で双方っていう場所は女性の芸術家、デザイナー、そういう方たちの力になるとか、そういった方たちが声を上げてね活動した場所なんです。でステラ・マッカートニー、これねロゴ変わったんですよね、ステラね。で隣がビトンで、このロゴのデザインって面白くて、ちょっと柔らかいというかなんていうんですか、優しさを感じるのがね最近増えてきましたね。一時期ウェブ上の視認性とか、それからディスプレイが光っても分かりやすいっていうことで、はっきりしたねパキッとしたロゴに変わってたんです。例えば車のミニとか、一時期そういうのがどんどん流行っていったんですけど、最近ザ・ローもそうですし、先ほどのステラ・マッカートニーも逆にねしなやかなというか、ちょっと手書き風のねデザインになってますね。だから大衆がマジョリティがそっちに行くんだったら逆だぞみたいな、そういうのあるんですよね。でラルフローレンは変わりませんよね。で僕こういう伝統的なねロゴ好きですけどね。例えばフェラーリのロゴとかフェラーリのマークとかね、かっこいいなと思います。でそのまま歩いていくともうすぐハウストンですね。これワービーパーカー。メガネ一時期すごかったですけどね、人気。最近ちょっと落ち着きましたかね。で今歩いていくとそのグリーンのこれがだからねちょっと優しめのデザインなんですけど、コルベット止まってますね。珍しい。コルベット突然ミッドシップになったんですよね、エンジンが。で、ビニール袋かぶせてます。これスポーティー&リッチ。ここもねおしゃれで有名ですね。でここもねカフェもあって、そう先ほどのニューヨークはノーウェアももちろん人気なんですけど、ここもね一時期は結構行列だったんですけど、今日はそうでもないですね。なのでここまでですかね、4軒で今ハウストン、ウエスターハウストンですね。ハウストンに来ました。でこのグリーンとハウストンの交差点をハウストンを左だから西の方になりますねに歩いていきます。結構歩いてますよ今日も。で今ウースターまで来ました。でウースターを越えていくんですけど、実はそこにねディアビーコンがやってるちょっと変わった砂のなんていうのかな、
アートギャラリーっていうんですかねがあるので、入り口の看板だけ写真入れておきます。わざわざ行くまでもないけど、Google で写真が出てるんで、ぜひねちょっと見てみてください。で、そうすると次がウエストブロードウェイですね。でウエストブロードウェイを左に曲がります。コーナーストア、ここね夜だけやってるんですけど大人気ですね。で左に曲がって、ですから南に行くってことですね。南に向かっていきます。なので今日は北から南に歩いて、で南から北に戻って、また北から南に歩いてるという感じで、今ねもう4時近いんですけど、そこにねグリーンのフラッグ、サデルズって書いてあるんですけど、ここはね朝食のレストランですごく有名です。で朝食じゃなくてもやっぱ入ってるんですね。ここ4時で超満員なんですね。これすごいな。ここね僕朝食同僚と来たことがあるんですけど、もちろん予約しなきゃダメなんですが、一人でねその朝食を食べに来ているおしゃれな女性の方とかがいて、そっちの方が驚きましたけどね。そんなことを思いつつ歩き続けます。でそこにコーチかな。でもアメリカに来たらアメリカのブランドを見たいですよね。ヨーロッパのブランドは総合関税で割高ですから、あと付け加えるならばアメリカタックス減税受けれませんから、アメリカで買った方がいいのはアメリカのブランドですね。でこれがプリンスを越えていきます。今ねだいぶ歩いてきて、もうすぐね今日の目的地です。でこの双方が、注目されるようになったのは1960年ぐらいだと思います。でフラクサス運動ってご存知ですか？で僕は実はね知らなかったんです。でもちょっと調べなきゃいけないことがあって、10年ぐらい前なんですけど、それで、知るようになったんですけど、でそれはね芸術と生活の融合っていうか、生活の中に芸術を取り入れる、もしくは芸術の中で暮らす、そういう運動で、ニューヨークだけではなくて、それこそリトアニアとかドイツとか、いろんなとこからその、動きが起こったんです。自然にというか。でそうだ、その前にちょっとだけ、これねスプリングなんですけど、ここスプリングですね。今スプリングなんですけど、このスプリングを越えたところにこのナンバー41って書いて、401か、ここ分かります？これねドクターシルクマンっていうお店で、キャンドルのお店なんですけど、このお店がニューヨークで一番小さいお店です。でどのぐらい小さいかは双方を歩いた時にぜひ入ってみてください。ちょっとね驚くと思いますけど、すごいね素敵な方がお店でね経営されてます。でちょっと話それましたけど、でその1960年当時っていうのは、芸術とかねそういう世界も、完全な男性優位社会だったと思います。っていうか実際そうでした。ですから昔の画家とか芸術家って、アーティストってほとんど男性じゃないですか。大昔も含めて。だからそういう中で
女性の才能ある方々が、自分たちを表現したりで、ちょっと過激な表現、性的な過激な表現も使っても自分たちを表現したりでね、そういう動きだったんです。今ちょっとねうるさかったので一度切ったんですけど、そのフルクサス運動の、活動した文化人の中に小野陽子さんとか、あとね久保田茂子さんも名を連ねてました。で、当時若かった彼らが自分たちの活動場所として家賃が安くて、でかつ彼らの創作活動にふさわしい場所として行き着いたのがこの双方なんです。この双方のカーストアイアンビルで、ここで、暮らしながら作品を作ったんですね。ですからまさに芸術とそれから暮らしの融合で、その創作活動が行われた、高いロフト、それから、美しい空間で、そこで彼らは暮らし作品を作り、作品を展示したんですね。で、今日の目的地点はこのフラクサス運動の始まりと言われている物件です。で、それはこのポール・スミスの隣ですね。ここです。ザ・リアル・リアル。この物件に彼らが集い暮らしたことから始まったって言われています。で、双方を歩いて、いろいろ美しいビルをカメラに収めると思います。で、その中でぜひこの建物も記憶というかね、記録に残して、で旅の思い出にしたいと思ってます。で、僕のチャンネルではニューヨークの詳しいガイドを作りたいと思ってます。で、もし面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。